こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、フリー CAD1.0 基本的操作方法第3回として、現在系部品設計ツールについて解説します。現在系部品ツールには、左より現在ポケット、現在ホール、現在グループ、現在ロフト、現在パイプ、現在螺旋、現在プリミティブ、そしてブーリアン演算などがあります。最初に現在ポケットについて説明します。これは既存の図形に対して選択したスケッチでポケットを作成するためのツールです。例えばこの例では直方体の既存図形に対してその表面に書かれた六角形のスケッチを使用してポケットを作成する例を示しています。主なパラメーターとしては方向、長さ、テーパー角などの値を設定することができます。長さはポケットの深さにあたります。またテーパー角はポケットを作成する角度を設定します。今回はポケットの作成について紹介します。今回紹介するのは、こちらの部品設計ツールの中のポケットについて見ていきます。最初に立方体を用意し、この上の面を選択し、スケッチを作成します。こちらにポケットの元となる円を描きます。そしてスケッチを閉じます。そしてこのスケッチを元にポケットを作っていきます。このスケッチを選択して、ポケットボタンを押します。すると、このようにポケットのプレビュー画面が表示されます。この穴の深さは、長さパラメーターで調整します。長さを小さくすると穴の深さが浅くなります。逆に長さを大きくすると穴の深さが深くなります。状態を見るには、モデルに切り替えポケットをクリックします。するとポケットの状態を透視して見ることができます。次にテーパー角ですが、これは垂線からの角度を表します。例えば、これを大きくしてみましょう。そしてモデルに切り替え、穴の状態を見てみます。すると、このように裾広がりの穴を開けることができます。次に長さを外側の立体より大きくしてみましょう。この状態で、立体を回転させると穴が貫通していることがわかります。先ほどは、ポケットを作成する面を選択し、ポケットの元となる図形を書きました。次は原点に接するスケッチを作成し、この図形よりポケットを作成してみましょう。この面に作図します。原点周りに円を描きます。そして閉じます。このように立体の中心に円が描かれました。上からの視点に切り替えます。ここに円があるはずですが、見えにくいので円の位置を変更しましょう。中心をこの辺りに持っていきましょう。点光速を削除し、中心を移動します。そしてこの位置で決定します。次に立体が見えるように、非表示を解除します。それでは、このような状態でポケットを作ってみましょう。そうすると原点より下の方向にポケットが作成されていることがわかります。この場合、Z 軸に対してマイナス方向にポケットが作成されています。ここで逆方向のオプションをクリックすると正の方向にポケットが伸びます。次に逆方向オプションをオフにし、面に対して対象をクリックすると、原点を中心として正不良方向にポケットが作成されます。ここで長さを増やしていくと
このように正負両方向にポケットの長さを大きくすることができます。それではこれでポケットを決定して外観を見てみましょう。次に現山ホールについて説明します。このツールは円を含むスケッチを使用して3次元形状に指定した直径や長さあるいは指定した規格の穴やネジを開けることができます。ホールのパラメーターには深さ直径、テーパー角などを設定することができます。ホールの深さは先端の形状によって変わってきます。先端の形状がフラットである場合は深さと全長が一致しますが、角度をつけた場合は先端部を取り除いた長さが深さとなります。また、深さを考慮をチェックすると、先端までの長さが深さとして設定されます。その他のパラメーターとしては、逆方向オプションがあります。このオプションを設定すると、反対方向にホールが形成されます。またネジの形状を側面に作成することもできます。プロファイルの項目より、各種の工業規格に合わせた種類を選択しサイズを決定します。そして、下のネジの項目をチェックし、モデルネジ山の形状を更新をチェックすると、スライドのようなネジ山を作成することができます。またネジの皿の部分の形状も、その下のパラメーターとしてホルカップのタイプを選ぶことにより各種の皿の形状を作成することができます。次にホールについて説明します。はじめにパラメトリックツールをクリックし、パートデザイン、ベンチを選択します。そして穴を開ける土台を作成するため、スケッチを追加します。こちらの XY 平面に作図します。四角形を描きます。そしてこのスケッチを閉じます。次にパッドを使用して穴を開ける土台を作ります。今回は長さを 20mm に設定します。そして閉じて土台の完成です。次に面を選び穴を開けるスケッチを描いていきます。そしてここに円を描きます。円の大きさは後でホールのパラメーターで設定するので適当な大きさとします。そしてスケッチを閉じます。それではこの円のスケッチを選択しホールボタンを押してみましょう。そうするとホールのパラメータ設定画面となります。視点を上から見た画面に変更してみましょう。このように穴が貫通していることが確認できます。視点を等角投影に変更します。この状態ではどこまで穴が開いているか分かりにくいので、台座となるスケッチを変更します。パッドのスケッチを選んで編集します。下の辺を原点の位置まで移動します。そして決定です。そうすると、このように穴の形状を横から観察することができます。それでは、ホールをダブルクリックして、先ほどのパラメータ設定画面に戻りましょう。最初に直径を調整してみます。この項目を選択し、マウスホイールを操作すると、直径を小さくしたり大きくしたりすることができます。次に深さについても同様に項目選択をし、マウスホイールで操作してみましょう。深さを短くすると、ホールの先端がドリル状に尖っていることがわかります。この先端のドリル状の形状は下のパラメータで変更することができます。ドリルポイントの項目では、先端の角度を調整することができます。今が118度ですが、角度を小さくしてみましょう。先端が徐々に尖ってきていることがわかります。次にホールの深さとドリル形状の関係について説明します。このパッドの厚さは 20mm でした。ホールの深さを調整し、
ホール先端が底面に接するまで伸ばします。すると深さが 17mm となり、先端が 3mm であることがわかります。ここで深さを考慮のオプションをクリックしてみます。すると先端部分の長さも含め全体が深さで設定した 17mm に変更されます。それでは深さを 20mm に変更してみましょう。するとちょうど先端が底面に接する状態となります。次にテーパー角について説明します。これは軸方向となす角度を表します。テーパーオプションをクリックし、値を操作してみましょう。値を小さくすると、このように先の尖った形状となります。反対に値を大きくすると、裾広がりの形状となります。それでは、テーパーオプションをオフとして元に戻しておきます。次はネジの項目について説明します。この項目を有効にするには、プロファイルより各種の規格を選択します。今回は ISO メートル規格プロファイルを選択します。そしてネジオプションをオンにします。そしてサイズを例えば M5 とします。そしてモデルネジ山オプションをチェックします。続いてネジ山の表示を更新をチェックします。するとこのようにホールの内側にネジ山が作成されます。こちらのカスタムクリアランスはホールの周囲に余裕を持たせるための距離を設定するものです。今回はこのままにしておきます。次にホールカットのタイプについて説明します。これはネジオプションを設定した場合にネジの皿の形状を選択することができます。この皿の形状のことをホールカットタイプと言います。このタイプがカウンターボアと言います。他の形状も設定してみましょう。こちらがカウンターシンクです。こちらがカウンタードリルです。このようにホールにおいては単に穴を開けるだけでなくネジ穴の設定なども行うことができます。次にグルーブについて説明します。これは既存の形状に対してスケッチで描いた図形を回転しながら溝を掘る機能です。パラメーターの軸は規定では垂直スケッチ軸となっています。この例では直方体の側面に描かれた四角形を垂直軸 Z 軸周りに回転溝掘りを行った場合の図形となっています。またこの軸を水平スケッチ軸に変更すると右下のような形で溝が作成されます。次はグルーブ、溝彫りについて説明します。最初にパラメトリックパーツを選択し、溝彫りを行う対象のスケッチを描いていきます。XY 平面にスケッチを作成します。原点周りに円を描きましょう。このような形で円を描きます。半径光速を選択します。そして 15mm に設定します。そして閉じるで決定です。次にこのスケッチを元にパッドで立体化します。パッドの長さは 30mm に調整します。これに溝彫りを行ってみましょう。次に溝彫りを行うスケッチを描いていきます。スケッチは XZ 平面に描きます。ここでビューをワイヤーフレームに変更し、見やすくした状態で作業を行います。そしてポリラインを使って図形を描きます。このように側面に閉じた図形を描きます。これが溝となるスケッチです。ここで円柱の側面にこの図形をぴったり合わせるために水平距離拘束を行います。
ここで 15mm に設定します。同様に上の点も 15mm に設定します。これでスケッチを閉じます。この図形をもとに溝彫りを実行してみましょう。このように溝彫りのプレビューが作成され、パラメータ画面となります。それでは角度を調整してみましょう。このように溝彫りを行う角度を調節することができます。上から見てみましょう。ワイヤーフレームに変更します。次に面に対して対象を押してみます。このようにスケッチ面に対して対象方向に溝が作成されます。このチェックを外し、逆方向をチェックしてみます。すると時計回りに回転します。チェックを外すと半時計回りに回転します。このような形で溝彫りのパラメータを設定していきます。ビューを切り替え、完成した図形を見てみましょう。それではもう一つ溝彫りの例をご覧ください。スケッチを追加し長方形を描きます。このような形で四角形を描きます。この図形をもとにパッドを作成します。長さは 10mm のままとして OK をします。こちらの側面に溝の元となるスケッチを追加します。面を選択し、スケッチを押します。ここで四角形を描きます。辺の長さは横 5mm、縦 5mm とします。そして原点からの垂直距離を 10mm に垂直拘束します。これで溝のスケッチは完成です。ここでこのスケッチを選択した状態で溝彫りグルーブをクリックします。そうするとこのような形で溝が作成されます。この状態で軸は垂直スケッチ軸となっています。また角度は360度と設定されています。角度を調節してみましょう。このような形でジェット軸周りに溝を作成することができます。次に軸を水平スケッチ軸に変更してみます。この状態では分かりにくいので視点を側面に変更してみます。そしてワイヤーフレームとします。そうすると今このような状態で溝が作成されています。角度を調整してみましょう。これが軸を水平スケッチ軸とした場合の溝彫りです。それでは軸を垂直軸に戻し完成させましょう。最後に描画スタイルを元に戻し斜めから完成した図形をご覧ください。現山ロフトは複数の平面に作成したスケッチをつないだ立体形状でカットするコマンドです。現山ロフトのパラメータについて説明します。この例では既存の図形として灰色の直方体を設定しています。ここに円形、六角形、四角形のスケッチを Z 軸上に配置してこれを結んだ赤色の部分を切り取る設定をしています。パラメータの設定では最初にプロファイルオブジェクトとしてこの場合円のスケッチを選択しています。そしてセクション追加で六角形と四角形を選択すると左の図のような切り取り領域が表示されます。他のオプションとしては線式面をチェックすると中ほどの図形のように角図形は直線で囲まれた切り取り領域となります。また閉じるオプションを設定すると右図のように最初の円と最後の四角形がつながった切り取り領域を設定することができます。
現山パイプは指定したスケッチからパイプ形状を抜き出す際に用いられます。基本的に加算パイプと使い方は同じです。この例では最初加算パイプツールを使用してスイープ経路のに従ったパイプ形状を作成し、現山パイプツールを使用してその断面に外径より小さな円を描き、スイープ経路に従って現山すると、このようなパイプが形成されます。この場合スイープ経路は最初に書いた加算パイプのスイープ経路を設定しています。次に現山ロフトについて説明します。この機能は複数のスケッチをつないで3次元形状を作成し、既存形状から取り除きます。それでは最初に削り出しを行う立体を作っていきましょう。パラメトリックパーツを選択し、スケッチを描きます。XY 平面を選択します。長方形の土台を作ります。このぐらいの大きさにしましょう。これで決定です。そしてパッドで立体化します。そして長さを 40mm 程度とします。この土台を用いて削り出しを行います。こちらの面を選択し、スケッチを追加します。長方形の描画ツールを選択し、土台の角の部分に長方形を追加していきます。そして決定です。そしてこのスケッチに名前を付けていきましょう。ラベルを上に変更します。そしてそこにも図形を描きます。こちらの面にスケッチを追加します。今度は円を描きます。このように図形が追加されました。この図形にも名前を付けておきましょう。ラベルを下に変更します。真ん中の部分にも図形を追加します。ボディを選択し、スケッチを追加します。XY 平面にスケッチを描きます。今回は六角形のツールを使用してスケッチを作成します。このスケッチの名称と位置の調整を行いましょう。ラベルを中と変更します。次にアタッチメントを開き、ジェット軸を調整します。次に四角形の図形を選択し、現山ロフトをクリックします。すると、このようにパラメータ設定画面となります。今プロファイルオブジェクトは上のオブジェクトとなっています。ここでセクション追加をクリックし、六角形のスケッチを選択、続いて円を選択します。すると全体がつながった画像が表示されます。赤色で表示された部分が削除される領域です。他のオプションとして面識面というものがあります。これをクリックすると角図形が直線で結ばれた状態となります。それでは元に戻し、この画面を閉じましょう。そうすると、このように削り出された図形が完成します。これが現山ロフトと言われるものです。次に現山パイプについて説明します。これは、曲線に沿って断面スケッチを押し出して3次元形状を作成し、
既存形状から取り除く機能です。それでは既存形状として加算パイプを使用して図形を作成しましょう。最初にスケッチを追加し、X 勢と平面に経路を描いていきます。ポリラインツールを選択し描いていきます。キーボードの M を押して曲線モードにします。90度に曲がるように設定します。ここでも M を押して曲線モードとします。ここでエスケープをして終点とします。これで経路が完成しました。次に、この経路に沿って描く断面を描画する視点に変更します。こちらに円を描きます。円の描画ツールを選択します。直径は 15mm とします。そして閉じます。横から見ると経路とこのスケッチは離れていますので、位置を調整します。ジェット軸を調整し、この辺りまで移動しましょう。横から見ると、このような状態になっています。それでは、加算パイプを作成してみましょう。スイープ経路のオブジェクトを選択し、経路のスケッチをクリックします。視点を変えると、このような状態で加算パイプが完成しました。それでは決定し、元の画面としましょう。それでは、この図形を元に減算パイプを追加してみましょう。視点を切り替えます。こちらの断面に、減算パイプの元となるスケッチを追加します。原点を中心として円を描きます。先ほどは 15mm でしたので、今回は 13mm の円を描いていきます。OK で閉じます。このスケッチを選択した状態で減算パイプツールをクリックします。するとプロファイルオブジェクトとして、先ほど書いたスケッチが選択されています。次にスイープ経路オブジェクトを設定します。スイープ経路のオブジェクトをクリックしてモデル画面に切り替え、アディティブパイプを展開して、経路のスケッチを選択します。そしてタスクに戻ります。これで OK で決定します。するとこのように加算パイプで作成したオブジェクトに、減算パイプを用いた貫通する穴を作成することができます。次に、減算螺旋について説明します。この機能は軸周りにスケッチを螺旋状に押し出して、3次元形状を作成し、既存形状から取り除くツールです。この例では、円柱を既存形状として設定し、その側面に三角形のスケッチを配置して、螺旋状にくり抜いた図形を作成しています。パラメーターとしては、規定値として垂直スケッチ軸が設定されていますが、水平スケッチ軸に変更することもできます。また、モードは規定値として、ピッチ高さ角度が設定されていますが、ピッチターン角度も選択することができます。ピッチは、1回転分で軸方向に移動する量を表しています。また、ターンでは、全体で何周するかを表すパラメーターとなっています。その他、回転の方向を左手形オプションで設定することができます。左手形を選択すると、上から見ると時計方向に回転します。
その下の逆方向オプションは軸の負の方向に対して螺旋が形成されます。次は減山螺旋について説明します。減山螺旋は軸の周りにスケッチを螺旋状に押し出して3次元形状を作成し、既存形状から取り除きます。今回はこちらの円柱周りに減山螺旋を作成していきたいと思います。最初に螺旋形状の元となるスケッチを XZ 平面に作成します。三角形の描画ツールを選びます。そして 3mm の長さに辺を設定します。そしてこの三角形を移動する前に一辺に垂直拘束をかけます。そして切り込みを入れる円柱の側面に三角形を移動します。これでこのスケッチは完成です。今ここに三角形のスケッチが配置されました。これを元に減山螺旋を描いていきます。そうすると、この三角形が円柱に螺旋状に巻きついた形として表示されます。この赤い部分が円柱より切り取られる領域となります。軸を水平スケッチ軸に変更すると、このように赤い領域が水平軸に変化します。それでは元に戻しましょう。次にモードですが、現在ピッチ、高さ、角度が選択され、それらのパラメータを変更できるようになっています。ピッチは1回転あたりの軸に沿った変異量を表します。こちらを変更すると、このように螺旋間隔を変更することができます。次に高さですが、これは螺旋全体の高さを変更することができる項目です。螺旋の巻き方向は通常右手形となっていますが、左手形のオプションをクリックすると、時計回りの方向に螺旋が形成されます。それでは元に戻しておきましょう。次に逆方向オプションですが、これを押すと、このように下方向に螺旋が伸びます。こちらのプロファイルの外側を削除するオプションをチェックすると、赤色の領域のみ残り既存のオブジェクトが削除されます。それからモードをピッチ、ターン、角度に変更するとターン数という項目が表示されます。ターン数は全体の巻き数を表します。ターン数を調整してみましょう。このようにターン数を変更すると、全体の高さが変化してきます。減山螺旋のパラメータ設定画面を閉じると、このような形で形状が確定します。次に、減山プリミティブについて説明します。このツールは、奥行き、幅、高さを設定できる直方体、円錐、球などのプリミティブ図形を作成し、既存形状から取り除くものです。作成方法としては、既存形状の面を選択し、ここでこのツールをクリックした後、オフセットパラメータを調整して、くり抜く位置を設定します。また形状の大きさは、半径や高さ角度などを設定できます。次は減山プリミティブについて説明します。このツールを使用すると、奥行き、幅、高さを設定できる直方体を作成し、既存形状から取り除くことができます。それでは、この立方体を用いて減山プリミティブを使用してみましょう。今回は、減山円錐を選択します。するとこのような設定画面となります。最初に参照をクリックし、円錐をアタッチする面を選択します。すると、このように円錐が赤い色で参照した面にアタッチされます。今、円錐は面の中央にありますが、パネルの下のオフセット項目で位置を移動することができます。X 方向と Z 方向の値を変更し、移動してみましょう。それでは他のパラメータについても紹介します。半径位置は、錐の先端の部分の半径です。また半径には反対側の半径を表しています。これらの値を変化させてみましょう。こちらの高さは、円錐の高さを調整することができます。それではオフセットの Z 軸を調整し、下に円錐を移動しましょう。
このような形で下に移動しました。次に角度パラメーターを調整してみます。このように円錐を描く範囲を角度で調整することができます。それでは元に戻しておきましょう。これで OK を押して図形を確定します。ビューを等角投影に変更すると、このような形で円錐の減算プリミティブが適用されていることがわかります。最後にブーリアン演算について説明します。このツールの機能は、異なったボディに属する立体形状を結合したり、切り取ったり、あるいは共通部分を抽出する機能です。この例では、ボディとボディ001にそれぞれ属する直方体と玉を使用して、ブーリアン演算を行った例を示しています。ブーリアン演算を行う前は、ボディとボディ001は別々に存在していましたが、ブーリアン演算を行うと、この例では、ボディ001はボディに統合され一つの形状となっています。次はブーリアン演算について解説します。この機能を使用すると異なる立体の結合、切り取り、共通部分の抽出などが行えます。それではパラメトリックパーツを選択し、元となる図形を描いていきましょう。次に、パートデザインとなっていることを確認し、図形を追加していきます。そしてプリミティブパーツより、加算立方体を選択します。するとこのように原点に接した立方体が作成されるので、このまま OK を押して確定します。これが一つのボディに配置された立方体ですが、もう一つのボディを作成し、別の立体を追加してみましょう。するとこのようにボディ001が追加されました。現在何もパーツが追加されていない状態です。そこでプリミティブパーツより加算球を追加します。するとこのように球が配置されました。このまま OK を押して決定します。そこでボディ001をクリックすると、このように球のみが選択され、ボディをクリックすると直方体が選択され別々のボディであることがわかります。そこで立方体のボディをアクティブにします。それでは、立方体のボディに対し、球体のボディ001を使用して、ブーリアン演算を行ってみたいと思います。そうすると、このように選択されていないボディ001の球体のみが表示されます。ブーリアンパラメーターには結合、切り取り、共通部分の選択肢がありますが、ここでは結合を選択した状態でボディを追加を押して球体をクリックします。すると、このように2つのボディが結合されます。このようにボディが一つになっていることがわかります。このボディを選択すると、このように一体化した表示となります。それでは元に戻し、ブーリアン演算の切り取りを行ってみましょう。直方体のボディを選択し、ブーリアン演算ボタンを押します。そして今度は、切り取りオプションを選択します。次にボディを追加をし、球体を選択してみましょう。すると、このように球体部分が削除された図形となります。OK をして図形を確認すると、このような形で切り取り図形が完成します。それでは元に戻し、共通部分のオプションを実行してみましょう。立方体のボディを選択して、ブーリアン演算ボタンを押します。パラメーター画面が表示されたら、共通部分を選択し、そしてボディを追加で9をクリックします。すると、このように2つの図形の共通部分を残して図形が完成します。